平然としてましたね。地震予報塩田正宏です。今日も船木先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。で、なんかやっぱり船木先生の技のかけ方は合気道とかなり似てるなと思ったんですね。さっきの脇固めをかけられた時に体の方向で決めるところを変えてる。ここの腕の腕力ではなかったんですよ。なので、そういうところであったりとかで、あと持つところ、例えば合気道は結構持たせてそれに対して技をかけるっていうところですけども、プロレスの世界でもやっぱ持たれみたいなところなんで、そのさばきみたいなで、どういうタイミングでこう技に持っていくのかっていうのをちょっと実際体験させていただいて、企業秘密かもしれないですけども、ちょっと語っていただけたらなと思います。まず自分ら倒さないと関節とか決まらないんですね。はい。でどうやって倒すかで、頭だったらもう本当にもうこれで、わこのまま下に投げる。こうヘッドロックとそのままこの状態が一番嫌です。はい。なるほど。こう来てそのまま。なるほどね。でここでまず押さえます。はい。押さえる時もプレッシャーかけるんですよ。ここ胸の方に肋骨にかけられて、ただ乗るだけだとちょっと痛くないですね。逃げていい。そうなんです。肋骨の右の方に圧迫がかかってくるね。ここでこう押してます。頭を持ちながら下にこう押してます。これで逃がさないで、この両手でバランスなるほど。重心をコントロールするみたいなことですね。これでこのままだったら多分ひっくり返されたりするんで、相手のその今どこに動いてるかっていうのを感じながら回さない。これね、僕も抵抗するとめちゃくちゃ危ない。今いろいろ考えてるけど、ね、どんどん閉まっていくからね。なるほど。閉まってもいるんですね。なのでちょっと逃げないようにしましょう。なるほど。もうこれはもうですね。そう、ここに対する圧迫で息ができなくなる。ちゃんとすごい。この圧迫の仕方みたいなやつ僕すごい興味あるんですけど、どうですかね。あれは頭があって、こういう力の入れ方ですね。これも多分なんですけど、体がバラバラだとあんまり抑えないんじゃないかなって思ってて、そうですね。もう足の先から全部でっていう感覚でやられてるのかな。ここでこう締めながら、それプラスこっちでこう上げてる感じなんで、下の人はこんな感じです。ここを押さえられながら、こんな感じですね。なるほど。もう絶対起き上がれるんですよね。ここの視点でも地面にこう据え付けられてるんです。この形になっちゃったらなかなか抜けれないですね。これ船木先生、これ今すごくこう体で押さえていただいてるじゃないですか。そのポイントみたいなやつが分かれば、手のひらだけで相手を起き上がらせなくすること可能ですか？手のひらですか？場所でも例えば増田先生横に上向き、そうこれで多分こっちでこんな感じですかね。ちょっと起き上がってみていただこうとしていただいて、この重心のかけ方。なるほどなるほど。そこがこうくるんでなっちゃう感じですね。なんかこう押さえ今左にずれてきましたけど、だからこう逃げてきますね。なるほど。で、なるほど。手が出ると無理ですね。なるほどですね。やっぱちょっと待って、山本さん逃げれないと思う。そういうのでちょっと体験いいんですか？すいません。失礼します。メガネだけ。さっきまずここからいいですか？すいません、ありがとうございます。これです。ちょっと待って。ちょっと待って。先生よくこれ平然としてましたね。ちょっと苦しい。まず苦しい。ちょっと待って。ちょっと待って。船木先生、ちょっと待って。呼吸ができないですね。ここです。すごい。
なんであんな変遷としてるのすごいっす。なるほど。手のやつも食らってみていいですか。はい。脇ですか。手で押さえられるだけで。はい。もうこれありがとうございます。なるほど。なるほど。今すみません、いや、そうそう、あいつのからすごいかもですね、もしかしたら。いや、お互いにこう逃げるのさっきのチャンネルもあれだったから、でこれも聞いて僕もだから次にどう生かそうかっていうのを今日学ばせていただきたいから、あれにしろ受け入れてるから反応できるっていうことがあって、ダメでなったらもうおしまいですか。こっちも逃げようって思ってない、受け入れてからじゃないと対応できない。だからちゃんと落としてからじゃないと。僕ね、なんかこの言うといっぱい聞くけど、結構総合格闘家の方とかもね、あんま聞かないですよね、関節が。でも僕そんなんでかなとか思うんですけども、でも力で最後やられてどっか痛めること結構多かったんで、でもさっきの腕ひしぎはこれもうでも腕ひしぎの方はこれ逃げれるもうどんどん方向変えてくるんですよ。あれすごい。方向変え動いたらそっちの方向に行かないともう逃げちゃいます。視点を増やされたら。まずね、まず僕が岩本さんの逃げれないからね。いや、そうですよ。僕本当にこんななんだってめちゃくちゃありがたいです。ちょっと解説としてこうやろうとして今こっち動いたっていうのを僕が先にやった方がいいのか岩本さんが先にやった方がいいのか。じゃあ僕先にいいですか。あれを面白い聞き方の優しい。さっきはい。失礼します。なるほど。はい。動けない。全然。ありがとうございます。逃げるとかずらすとかすごい細やかにやられてるんだなっていうのが食らったら感じます。もうなのでちょっともずらせないです。ここまで来たらもう無理ですね。すごいです。もうこう行こうとしたら船木先生がこう合わせられてもう動けないです。すごいです。ありがとうございます。これ藤原さんの技ですね。はい、そうなんですね。藤原さんの技。さっきX で、自分もやられて、藤原さんがやられて動けないです。この間去年です。藤原さん76歳で、それでもやられたらもう動けないです。動けない。動こうとしたらこっち決まっちゃうんです。それ無理です。じゃあ動いた時のパターンとかでどうやってこう対応していっていくか。これもう最初受け入れというかもう完全にこれが入ってる状態ではあるけども、増田先生受け入れてるっていうのはどういう感じですか。抵抗してないです。抵抗がない感じですね。今抵抗してないから、今自分もどっち動くか待ってます。なるほど。だからこれ今ね、この右側が空いてるんですよ僕の場合。だからこういけるっていうのをほらそこにいけないようにこう右にねピンポイントで埋め込まれちゃう。それを体で感じてもう勝手に動いてっていう。で手を手首を外す。このね手があるじゃない。だからこっちにしたいけどこれもまだ決まってる。なるほど。だから全部決まってる。それを体感してどっちに動くかを体感してこう感じてるってことですね。こっちもほら今分かる？こっち動いたら反応。だってこっち動いたら反応でしょ。これでもう抑えるっていう。なるほどね。面白い。相手と一体ですね。そういうことですよね。いやこれめちゃくちゃ合気道的ですね。一緒だと思います。相手を感じるっていうのもそうだし、相手と一体感もそうだし。ヒクソンクレイシーって言った時もずっとこうやってコーナーでこう2人で四つになってずっと相手を感じてました。動かない。ヒクソン動かない。ヒクソンは取ろうとしてました。取ろう。自分は取らせない。それをやるとなかなか取れないんですよ。一方がもう防御なんで、なかなか難しいですね。
それはなんでそういう構図になってしまうんですか。ヒクソンさんは自分を倒してグラウンドに持ち込みたかった。はい。やっぱグラウンドがそうだうまいんで、はい、ただ自分はグラウンドそれほどそこまでのグラウンドなかったので、非常に勝って殴り合いをしてた。ああ、なるほど。でその構図が生まれるっていう。10分ぐらいですかね。ずっとこうなって一方は倒して、一方は倒されない、その攻防です。うわー、しびれますね。動いてないところの探り合い、これは視聴者見てもわからない、ちょっと動いた時のこれあれですなんか動いてこう動かそうって思ってたら0.3 秒遅れるじゃないですか。多分感覚で覚えていらっしゃるからだって本当に起こさせないようにこうやっても反応するんですよ。反応しちゃうんです。すごい。そう。反応しちゃうんです。思考じゃないってことですよね。体が勝手にってことですよね。もう15からずっとその相手の人の体まで触ってきたんで、なんとなく動くと分かるんですね。もう合気道じゃないですか。15から何年ですか。42年。すごい。42年人と接し抱き合ってるんですよ。抱き合い続けて感覚を磨き続けられて。でもそれもね人によって逃げ方もどこの力が強いかも。体が大きいと抑えられないじゃないですか。そうするとやっぱり空間ができて、そうしたらやっぱりついていくしかないですね。でセームシュートって2メーター、逆十字にかけたんですけども、ちょうど普通の人だったらこの辺にしてここにしてある。腕が長すぎて決まらないんで、どうしようかと思って、この肘を抱えました。うわ抱えたらここが下になって決まった。それもやっと試合中に考えましたね。なるほど。どうしよう、こっち行ったらいいかな。素晴らしいですね。日頃の鍛錬。スパーリングパートナーで2メーターとかいないじゃないですか。はい、いないですね。だから試合で初めてそれを体験するんですよ。こんなに大きいんだっていう。で日頃のトレーニングがこうカチ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 って合わさってこれかっていう答えになるっていう、もう芸術的ですね、話ですね。なんか藤原さんも言いますけども、やっぱり芸術一緒だ。いや、そう身体を使った芸術、すごいなんか合気道と通ずるところを。自分もそう思ったんですよ。だからやっぱり合気道すごく尊敬できるなと思います。面白い。めちゃくちゃ面白い。お話を聞いてすみません、プロレスのすごい魅力がより分かったといいますか、で人もね動いて流れるものですから、そこをずっと体感でですよ、頭じゃなくて体感でこう得られてきてるから、やっぱね、いやこれ触れてみなきゃってね、すごい凄さがね、やっぱレジェンドと言われる理由が分かりました。はい。本当はもう一つ教えていただきたくて、僕もすごい悩んでいるところがあって、この持っててどういうタイミングで決めるっていうところ、これが一番なんか難しいじゃないですか。床に崩したいけども崩すまでの工程っていうのは、床に崩すときはまず足を宙に浮かせるとこから始まるんですね。片足、両足、あと頭掴んで投げるとかですね、脇に刺して投げるとか、とにかく足をどうやってするんだら、椅子と一緒で、これで人間立ってるじゃないですか。だけど、片足になると、やっぱりバランスが楽なんで、それで、とにかくどっちか、まず一番いいのはもう、両足。でも、なかなか離してくれないんで、まずはこっちの足をこうやって取って、であとはどういう方向かなってなった時にこう椅子です。椅子と一緒で今ストーンって力が入らない場所に引くと倒れます。今もなんか武道っぽい動きだなって見てて、ない場所今ちょっといいですか。今あれ
けど、先生やられてること全部やっぱこれで、はい、これでこう経験できますよね。そうですね。こうなんか、はい、頑張ろうと。どこがないかとここなんですね。この下がないんで、この下に。そこにないないない場所に下に落とすと取れます。そうですね。ない。確かにないですね。これ面白い。すげえ。その崩し方もバンじゃないですね。跳ね返ってくる力じゃなくて、同じ引き締め。そういう感じです。で、痛くないですね。ない方向に。そうストーンって形に倒れますね。先生、この動きがもう一体となられて。一番以外ももうこれか。これはもう。おわしょ。これ一番いいんですけども、なかなかみんな取らせて。まあそれはそうさせないですね。片足はしかもまた大体いけるんですよ。ただそこから先にこうやって、確かに潰されちゃうというか。で頭を押されると力出ない。ここを取ってください。ほんで頭を押されると逆に自分の方が楽なんです。確かにな。これで相手の足と自分の足で3点でこれでバランス取ります。うわー、もう動けないですね。いやー、自分の足が動けないですね。だから足動かしてます。こういうボールもあるんで、やっぱりなかなか倒すのは難しい。なるほどっすね。それの攻防です。はあ、足を取り合うみたいな。倒せない。はい。でそれをまた次の技で返すとかですね。はあ。もういろいろこう重ね方、チェスっていうんですね。そういうことですね。こうしたらこうしたら。どうやったら詰めるのかっていう。足取るのは合気道あんまないですもんね。ないですね。レスリング大体足いきますね。はい。あとは投げの人とグレコローマンもやっぱ投げですね。脇差したり頭引っ掛けたりとか。フリーは大体桜庭もそうですけどね。大体足いきますね。合気道も足取るの取り入れたいですね。そうですね。聞くとね。また合気道はやっぱり手ですか。手から投げますか。手を決めてこう。そうですね。胴体を動かしてて、手を決めてそうですね。手から胴体にどうつなげるかみたいな。その発想はレスリングないですね。手を切ってっていうのはないですね。それは多分東洋的なあれだと思いますね。はい。とにかく多分レスリング西洋なんで、とにかくその足を買って、そうだね。はい。あとは体で買って、システマっていうロシアの武道とかも西洋だから、やり方がもう全然合気道とこう違う。ナイフを持っていることを想定したりとか、パンチもね、顔面当てちゃいけないとかいろいろなルールを決めればまた技変わってきますけども。でもそのやり方との相手を崩すところっていうところはやっぱり崩すって自然と思いがないっていうかね自分の体勢を整えてっていうところっていうのは合気道とやっぱ同じものがありましてすごい学ばせていただきました。先生ありがとうございました。